ちは。こんにちは。今日はベッカリー号の DIY 第1弾です。今まではもう買ったばっかりでな、宅配バンドそのままだったんですけど、今日は外装内装含め作業を進めていきたいと思います。はい。今日やることとしては外装の塗装、壁の色塗り、床を作る、この3つです。はい。ゆくゆくはなキャンピングカー仕様にしたいんですけど、まだちょっと車中泊仕様ぐらいを目指したいと思ってます。はい。ただほんまに今まで何もしてなかったちょっとボロアパートみたいな感じだったんで、もうちょっと綺麗に整えていきたいと思います。築浅ぐらいを目指したいです。はい。現状外装は買ったままで何もしてなくて、もうこの白いままなんですけど、ここをちょっと塗装していきたいと思います。ただカリーゴみたいな全塗装っていうと結構大変なので、ちょっとワンポイントぐらいで可愛く済ましたいと思います。中は今現状で言うと、壁はこういうもともとベニヤの板張りになってます。これを一回剥がして、中に断熱材を入れるのと、ちょっともう汚いからな、これも壁を塗ろうと思ってます。で、あとは床。実はこれはもうすでに合板のベニヤちょっと厚めのやつを上に乗せてます。本当は下も気になってるんですけど、ちょっと汚かったし、寒かったから、床を作っていきたいと思います。まずは外装塗装からやります。使う塗料はカリーゴと同じ宝塗料さんの水性塗料です。色もカリーゴに使ったやつ一緒、パンプキンスープとアースカラーというのを使います。たくさん塗るわけじゃないからな、ちょっとちっちゃいボトルのやつを購入しました。これで塗っていきます。まずはちょっとマスキングしていきます。とりあえず養生終わりました。今回ここにちょっとラインを入れようと思ってて、この間にマステとマスカーをしました。大変な作業でした。まっすぐやるの大変やな。意外に難しかったここを今からやすっていきます。足付け作業といって、塗料が乗りやすいようにやすりで削ります。600番削っていきます。お願いします。カリーゴの時はハンドサンダーみたいなの使ったんやけど、ちっちゃいから範囲がでも大変やね。傷をつけていきます。シリコンリムーバーを使って脱脂していきます。削ったから粉が出てるから綺麗にしていきます。それではまず黄色を塗っていきます。これは 5% から 15% 水で希釈。ちょっと水で伸ばす感じやな。久しぶりの塗装作業。どこやっけ？ここか。ここやんな。うわ、結構濃いな。もっと薄く伸ばしていく。何回か塗り重ねる方がいいからな、色ムラがないように。一度塗り終了。もう乾いてそうやな。そうやな、結構乾くの早そう。分厚いから。最初は結構ざっくり適当にカスカス程度に塗りました。こんな感じのラインです。3回ぐらい塗らなあかんかな。黄色終わりました。疲れた。暑い。暑いな今日。4回。4回ぐらいやな。5回。4、5回塗りました。とりあえず乾く前にこのマステを剥がしていきます。剥がしていい？これで？お、気持ちいい。うわはみ出て、あれマステがちぎれてるんです。ほんまやな。いいねいいね。気持ちいい。気持ちいい。
気持ちいい。いいですね。全部剥がしていきます。黄色剥がし終わりました。黄色のラインができました。うん。まあ黄色というかほんまなんやろな、黄土色ぐらいの感じやから、そんなに派手派手じゃない。マスタードカラー。うん。この下に茶色のラインを入れていきます。はい。お願いします。茶色。垂れてる。終わりました。はい、めっちゃ時間かかった。疲れた。もうなんか4時ぐらいになっちゃったな。4時間ぐらいかかったから。そうやな。剥がします。出てるかもしれない。二重線が。カリーゴや。カリーゴから。気持ちいい。おお。おお。おお。できた、二重線。完成。塗装は完成です。終わりました。塗装。こんな感じで。カリーゴと同じ色のラインを入れました。まあそこまで派手じゃないんですけど、ワンポイントで塗りました。でっかりになった。ちゃんと。こんな感じで後ろもな、ちゃんと塗ってつなげて。こんな感じ。全部で4時間ぐらいかかりました。なんやかんやな、やっぱ乾かすの待ったりして。夏の含めてな、マスキングとかも含めて4時間かかりました。カリーゴの時はこの黄色塗るのに丸1日かかったから、カリーゴよりは全然早い。全然早い。まあこんだけ塗るのもね大変でした。大変やった。大きいからな。続いてこの壁、はい、これなベニヤ板を貼ってるだけの壁なんですけど、まあこれごと変えてもよかったんやけどな、ちょっと多分こっち側の壁がなんか特注サイズ、そうなんかホームセンターとかに売ってないサイズ、ちょっと横幅が大きいサイズで、ちょっとホームセンターとかで手に入れることができないので、もうこれをペンキで塗ってしまおうと思います。はい、はい、なので一旦これを剥がします。はい、外していきます。なんかネジで止まってる。止まってるだけやねんな。薄ベニヤが。薄ベニヤが。おお。枯れた。ペラペラ。ペラペラ薄。なんかめっちゃ薄い板。剥がしました。むき出し。こんな感じ。もうベニヤ取ったらな、もう外の鉄板。こんな感じです。むき出しです。汚いな。汚い。掃除しない。掃除しない。でここにな、隙間があるから、ここに断熱材も入れたいと思いますが、まあ壁塗るか。まずは塗ります。今回壁を塗るために買ったのはこれ。はい。なんかカインズオリジナルやってんけど、アンティークウッドという色の、まあ壁塗るよ。家とかリフォームするときに壁に塗る塗料を買いましたので、これで塗っていきます。はい、この木たちを塗っていきます。まあローラーでなも普通に塗っていくだけです。シェイク。2キロやからまあ足りるとは思うんやけど。何色って言うんやろうな。アンティークウッドです。アンティークウッド。まあベージュっぽい色やな。まあ塗ってみたらわかるか。はい。塗ってみます。いざ塗ってみます。こんな感じ。なんかそのままでいけるんかな。粘度が高いときは水で薄めてください。あ、ちょっと粘度どうやる？高い。ちょい高ぐらい。ちょっと水で薄めてもいいかも。でも伸ばすか。おお、でもいい色。おお、いやいや。ペンキ職人。塗り終わりました。見違えた。すごい。ちょっとまだ乾いてないけどな。無事に塗れました。はい。
アンティークウッドっていう名前やけど、まあベージュっぽいな、ちょっと分かりにくいかもしれんけど、まあでもこれが壁に車の中に戻ったらだいぶ見違えると思います。はい、今日はここまでです。そうやな一旦ちょっと別日になりそう。続きは2日目でございます。はい、今日はこの横の壁に断熱材を入れて、蓋をしていきたいと思います。はい。で最後になこの床を作って終わり。はい。そんな感じでございます。でまずはこのベニヤ取った後の壁が汚かったから、はい、拭き掃除から始まります。掃除から始めます。掃除。清掃完了。はい。とりあえず掃除終わったから、この壁に断熱材を入れていきます。はい。今回断熱材で使うのはこちら。でか。グラスウールです。はい。しかもこれはちょっといいやつ。いいやつ、住宅用のいいやつです。はい。ちょっと知り合いの大工さんに余っているということで譲っていただきました。はい。今回この断熱材と床材もその大工さんに余っているやつをちょっともらいました。はい。ちょっと床はな手伝ってもらって、はい、途中までチートしてます。はい。これ多分ホームセンターとかで多分手に入らないようないい断熱材やねんな。ちょっと開封していきます。はい。グラスウールってガラスの繊維、から一応こうゴム手袋と保護メガネとマスクしてます。なんかチクチクするらしい。膨らんだ。こんな感じです。はい。いいやつ、厚みもあるんかな結構。ロール状になって黄色いやつ。なんかホームセンターではなんか袋入りのやつが売られてるんですけど、これは袋とかに入ってないやつ。そうやな。ロール状やから。ああ、おお。こういうの。完全にロール状の綿。これやな。これをだから切って横にはめていく感じやな。綿みたいやけどガラスないね。一旦この壁のサイズを測ってそれに合わせて切ってみるか。なんか貼らんくてもこういうとこな引っかかりそうやからいけるかも。上からまたな蓋するし。はい、それでやってみます。はい。意外にサクッと。そうやな。すごい。カッターでも全然。ほんまやな、軽く切れる感じ。綿って感じやな。そうやな。厚みどれぐらいなのこれ。結構厚いか。結構厚みあるわ。なんかそんな力とかは全くいらん。いらんな。サクッと。ハサミとかでも切れそう。な。これぐらいのふわふわ。切れました。サクッと。これを入れてみるか。一回入れてみるか。どうでしょうか。あ、でかいと。でかい。でもちょっと押し込みの上な隙間とかあるから。いいんじゃない。ちょっと長いかでも。うまい。長すぎ。横はぴったりぐらい。横はぴったりやな。横ぴったりめっちゃ楽やん逆に。うまいな。ちょっと切ってもいいな。ちょっと切るか。なんかこういう細いとこあるからさ下にそこに入れれるやろし多分。おおでもいい感じ。いけそう。再度チャレンジします。おいけそう。おおいいね。これはジャストフィット。おおいいね。いい。隙間が。おおどうでしょう。いい。これで合ってるのかな。合ってます。おおでもいい感じ。これでまあビニールした方がいいかな。そうやな。上からビニールしたらいいかも。ビニールして木で戻すと。いう感じ。おおいいやん。いいです。じゃあこれを量産していきます。これなんか細いのほら今の切ったやつはまんちゃんその細い。うまい。プロじゃないんでご容赦ください。適当。俺曲がっちゃうけどいいかな。まあそれはしゃあないな。詰めしたら。まあ柔らかいからな上から蓋するし。そういい感じ。回わないと。全面にやっていきます。
完成しました。はい、隙間という隙間に、とりあえず埋め込みました。はい。みちみちに。綿状になってるからな、やりやすかった。すごいやりやすかった。切るのも簡単やったし。で隙間までな、こう詰めていけるから。いいんじゃないでしょうか。なんかお人形さんに綿入れるのを思い出した。そういう作業やったな。詰め詰め作業。はい。これで一応この上からビニール貼って。そうやな、ビニールで蓋して板戻すか。はい。はい。こんな感じでシートで蓋をした。はい。意味あるのかないのかよくわからないけど、まあないよりはいいかということでちょっと結露対策と兼ねて貼りました。はい。この上から板を戻していくと。一回戻せるかやってみます。でこのなんか打ち付けてたネジもなんかバラバラやったから、ちょっと新しいのを買いました。はい、買います。片面をやり終わりました。おお、いいんじゃない？すごい見違えてる。見違えた別部屋みたい。これ昨日塗った板です。そうやな。ちょっと両側やります。はい。壁が完成しました。できたー。すごい。お見違えたな。なあ、ボロボロの元々のベニヤ板を縫っただけなんですけど、めっちゃ綺麗になった。よかった。すごいで。の部屋感がめっちゃある。まあ、まだ天井がむき出しなのと床もなこれからやるんですけど、それをやったらもう完全に家や。やりました。やりました。それでは最後の工程、床作りです。はい。もう床は実はその知り合いの大工さんにやってもらいました、多少。はい。もともとな木の床なんですけど、その上にさらに割と厚みのある合板を引きました。はい。でその合板の上にさらにこの住宅用のフローリング材、床材、これを貼っていきます。敷き詰めていきます。で最初は難しいからということで、最初はもうすでにやってもらっておりまして、あそこになバッテリーの点検口があって、あそこもくり抜いてもらいました。でも実はカットしてもらってます。なんかこれをはめていくだけ、私たちはなんかはめれるようになってるんです。はめ板みたいな感じにこう差し込んでいくんですけど、合板の上にこれを貼っていくと、こんな感じでガッとね、そうこんな感じでこうはまるようにそうなってるので、これを敷き詰めていく。ボンドと両面テープで固定していこうと思います。はい。ただひたすら貼っていく作業でございます。やっていきます。ボンド、両面テープ、両面テープを真ん中に貼って、両脇にボンド。床が完成しました。お披露目。じゃーん。どうでしょうか。すごい、めっちゃいいぞ。家の床みたいじゃない。めっちゃ綺麗になった。フローリング。まだちょっと端っこマスキングテープとか貼ってるけど。そうやな。でもめちゃくちゃ綺麗になった。綺麗です。最高です。めっちゃ良くなった。綺麗になりました。なりました。それでは今回の DIY すべての工程が終わりました。改めてちょっと DIY した部分を見ていきたいと思います。まずは塗装。こんな感じです。ラインが入りました。なあ、色はもうカリーゴと一緒で、パンプキンスープの黄色とアースカラーの茶色の2色で、ただでさえちょっと大きい車で目立つから、今回はポイントでラインを入れました。ライン入れただけやけど結構大変やった。こんな感じです。全塗装はちょっと無理やったな、自分たちで。めっちゃ大変やったと思います。
この後ろのバックドアまでつなげたからこう開いた時もな一直線になっていい感じです、べっかりになりましたじゃんこんな感じでございます、はい、反対も同じようにしてます、閉めるとこんな感じです。後ろ姿もラインが入りましたなあ、まあまあワンポイントやけどすごい可愛い仕上がりにできたと思います。まあちょっとよく見たらもしかしたらこうよく見たらちょっと太さが若干な違う部分もあるけど、まあご愛嬌です。まあ遠くから見たら全然わからんしな、これでカリー号要素が入ってよりデッカリー号という名前がふさわしくなりました、はい、あとは中です。まず壁はもともと茶色いベニヤ板だったんですがカインズの塗料で塗りました。はい、アンティークウッドっていう色やな。まあベージュカーキっぽい色かな。そうやな、サンドベージュみたいな色かな。そうです。ローラーで一度塗りしただけなんですけど結構色が入ったので、ちょうどやったな缶。そうやな、2キロでちょうど両面塗れました、で中はグラスウールを敷き詰めているので、断熱もできております、でこの汚かったビスも変えました。全部新しいやつにこの辺のなビスは全部汚かったんですけど新しいものに交換しました。とりあえず綺麗になりました。なんといっても床はベニヤ板を敷いて、そしてその上にフローリングの床材をボンドと両面テープで貼っつけました、これは自分たちではうまく切れないので、大工さんの力を借りてこの角とかな合わせてもらって、切ってもらったんでそれを私たちは貼っただけです、でもすごい綺麗にできた。めちゃくちゃもうおかげで家みたいになってます。家ですカーテン閉めたら部屋ちゃう。ほんまやな、めっちゃ綺麗になった。おお、床やからこう全然寝転べるで綺麗やし、広いな。天井はまだそのままというちょっとボロボロかあるけど、こういう画角で見たら綺麗。まあよく見たらこういうな板もやっぱちょっと汚いというか、そうやな、まあちょっとめちゃくちゃ綺麗なわけじゃないんですけど、あんま動画じゃ分からんかもしれんけど若干こう、古めかしい感じはあるけど、でもこう全体的にな、パッと見は全然綺麗になったのでよかったです。はい、大満足です。まあ2日間かけて終わりました、最初はな1日で全部終わるかなと思って見てたんですけど、やっぱりそうはいかず、2日間ほどかかりました。はい、まあ LINE とかな、どこに入れようかなとか悩んだりしてた時間もあったんで、めっちゃギュッとしたら1日ぐらいで全部できたかなと思うんですけど、それもまあ床とか切ってもらってたからな、そうやな、こんなに早く終わることができたと思います、なかなかこの床作りとかやっぱ素人の僕たちじゃ、頑張ったらできるかもしれないんですけどやっぱ時間かかるから、今回はなちょっと大工さんのお力をお借りしてよかったと思います。はい、こんなにな綺麗にはできひんかったしな、とすごい良かったです。はい、今回床と壁をやったんで、あとはまあ天井周りとかその辺も進めていきたいと思います。これもねちょっと自分たちでは難しいかもしれないんで、換気扇つけたりとか、そういうのはショップの方に、ビルダーさんとかに頼もうかなとも思っております、で最終的にはキャンピングカー仕様にしていきたいっていうお話もしてたんですけど、まあ1年ぐらいは正直その車中泊仕様、この宅配版の普通貨物のままベッドとかそういうのを乗せて楽しんでいけたらなと思ってます、でまあ1年ぐらい経ったらこう椅子とか後ろに座席とかつけて、水道とかつけて本格的なキャンピングカー仕様にできたらいいなと思います、全然車中泊仕様でも旅とかできると思うので、当面はそれで楽しんでいきたいと思います、今年の夏とかもな車中泊旅したいと思ってたから、キャンピングカーにしてたらちょっと間に合わなさそうなので、とりあえず車中泊仕様にして楽しみたいと思います、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。